今日は磯へ行く時の荷物やね、あれも持っていきたいこれも持っていきたいもあるやろうけど、ある程度の選択と、それと逆に選択していっても絶対削ってはいけないものとかがあるんで、その辺を説明していきたいと思います。まず大まかにね、ロッドケース、渡船の場合ですけども、裸で、ロッドを持っていくとね、ロッドみんな同じとこに一つにガッとまとめて船が揺れるんで、ガイドなんかやられてしまいます。極端な時やったらロッドが折れます。でそやから、こういうロッドケースに必ず入れて、それで、渡船のロッドを置くとこへ渡すようなことで考えてもらった方がいいと思います。裸でリールもついて、3040のフックのルアーも針がついたフックがついたルアーもそのままで、人混みの船に乗ってくるような人がありますけども、あれで、何人か他のお客さん、餌釣りのお客さんやら同じルアーマンを怪我させた人を何遍も見てるんで、あれは絶対避けてください。それ徹底してください。絶対ルアーのフックがむき出し状態で、渡船には乗らないことをここでちょっと注意しておきます。ごめんね。それで次、ロッド終わりました。途中で注意入れてもらったけど、ロッド、それとこれがリールやらルアーやらいろんなものを入れているメインのもの、あとこれとロッドがあったらもう釣りはできるというものです。全部そこでまとめてます。でね、これが、サブ、主にカメラバッグ、いろんなサングラスやら GoPro カメラなんかが入ってます。で、それとこの今座ってたクーラーやね、近場ではこんな大きなもの持っていきません。もっと小さなものですけども、クーラーできたらこういうものを、これ、神話ホースですけど、こんなものをつけといてください。これがついてたらね、渡してくれる人も自分がこっちが受け取る時も磯で渡す時も渡しやすい。もう全然これがついてるついてないで違うので、できたらついてるこんな感じで。で次にね、大事なのがね、もうこれは絶対必需品、ライフジャケットですね。ライフジャケット、これが、ライフジャケットはね、膨張式のもんもあるんやけどね、膨張式のもんやと磯で流されたりした時に長時間浮けません。下手したら1時間ぐらいでしぼんでしまったりしそうな可能性もあるんで、各渡船屋さんは今は真夏の暑い時でもこのライフジャケット、このタイプをつけとかんと渡してくれんところもあります。でそれと磯靴やね、これも絶対大事です。僕が今一番磯の中でこういうソールの中で信用するのがこの鉄のピンとゴムのラバースパイクやね。これとフェルトがついてる分、これは春の、糊がついてるようなよう滑る季節やっても一年中シーズン通して、グリップしてくれます。これを、今メインにしてます。こういう磯靴とライフジャケット、これはなかったら場合によっては渡船にも乗せてくれたりもしません。でここからちょっと余分になるんやけど、磯止まりをするならこれ上はマットです。この中にテントとか食事をするようないろんなものとか全部これにこのワンパックにまとめてます。普段はさか磯止まりがない時はこれだけやね。ロッド、メイン、カメラバッグ、クーラーというところで、普段それで、磯へ渡ってます。はい、それではね、メインパッキングの、中身をちょっと詳しくやってみます。これは必需品のプライヤー、ナイフ、ベルト類ですね。で次がこれがね、リールの類ですね。これはまあみんな忘れたりせえへんやろけど、これがルアーで、これがルアーの予備、これが
上下のカッパというかシェルです。ここまでのものは当たり前にみんなルアー持っていくやろし、リール持っていくやろし、いろんなもの持っていくと思うんやけど、こっからがちょっと余分なもの。ここにはピトンとかペグ類、そういう金具類が入ってます。これは、各リーダーのセット。第2トラブルがあった時にこのバッグを引き出してきて、作ります。でこれはちょっと見慣れん感じやろうけども、不意な悪天候の時なんかに雨が降ったりえげつい寒冷前線があったりした時に非常用のこういうものをこの袋にワンパックで入れてます。でこれがぜひとも皆さんにはこれは携帯していただきたい、急な誰かが怪我した時にね処置できるようなものやね。この消毒薬とか、それとかねエマージェンシー用のこういうブランケット、あとポイズンリムーバーとかアルコールウェットティッシュ、これポイズンリムーバーやね。で、簡単ないわゆる手の骨を折った時の三角筋とかそういうものが一通り入ってます。パンシロンまで入ったりしてますけど、これは絶対言うてもええぐらい持っていってほしいもので、こんなんは100円ショップに売ってる保温アルミポンチョ。急に、雨の夜なんかにテントも張れへんとこで寝なあかん時なんかはこれが非常に便利です。これが1個あれば、これで気持ちよく仮眠ができたりします。これは絶対濡らしたくないものなので、こういう風な袋にこれを入れてます。それと一番底から出てくるのがプライヤーの余分、はかりでフックの余分、フックやね。これトリプルフック、シングルフックはまた別のところ入れてます。それとあと急なリールの故障やらなんかネジもんの時に困るんで、こういうドライバーマイナスでも反対側にしたらこれプラスにでもなるんで非常に重宝します。これとリールなんかに専用についてる時々こういうレンチとかその辺もベート使う時にはいるので、こういうものも入れてます。これ一通り、これがずっとこんなもんと、もっとこの中で本当に大事なもの、これはね、これスローロープやね。人が誰か落ちた時にすぐ投げれるように、これがすぐ取り出せるように外側もしくは自分のお尻につけてます。でこれで外側へつけて誰かが落ちたらこれを投げて救助するというよりね、流れていかんように止めとくだけ。上げるのは本当はこれ10ミリぐらいのこんなロープは絶対必要です。この辺の装備はできたらグループで一つでも構わへんから持っていってください。というのが寒冷前線で、風と波でもう船が近づけないというふうなことがあって、次の朝までそのまま磯の上で寝てやっと助けてもらえるというか、そんなことなんかも何度も経験してます。だからこのピンクの線からこっち側は、短いただ 2,3 時間しか磯へ行かへんようなつもりやっても必ず持っていくぐらいのつもりをしてほしいものです。リールやルアーは誰でも当たり前に釣りするので持っていくんやけども、こっちを持ってるような人らというのが今は意識がちょっとこっち薄いので、これは強くお願いしときたいものです。はい、これが今からちょっと説明する実調に必要なものの、パッキングも含めてなんでこんなもんに入れてるかということを、今からちょっと詳しく説明していきます。何がどうなのかというんで、まずリールから説明していきます。この中にカエスプールとソルティガ、ステラの14000で、カエスプールからパッキングでまず説明していきます。この入れ物、これもね、
実はねこれ何入れないの100円ショップのこれ入れ物だよね。100円ショップにね、こんなプラスチックのええもんがあったからそこに今カエスクールをこの100円ショップのこんな入れ物でしてます。でねリールをなんでこんなもんにしてるかというたら、これもね100円ショップで500円ぐらいで売ってるドライバッグです。これ今見てもらうと分かるかな。こう空気袋にできるんやねこれ。ほなねこれね投げられようがどないしょうがね中で詰めてもね一番これが安全に、パッキングできるし、これ投げられ回ってもリールが傷ついたことはこれは一度もありません。で次にルアー、皆さん割とこういうもので持ってこられる方も多いけども、ほとんどこんなものが安定して磯の上でこんなとこだったら置けるけど、こんなフラットなんか磯ってほとんどないと思っておいてください。だから僕はどこにでも磯のちょっとした引っかかりがあったらどんなとこでもこうポンと置ける、どこでも置けるものにしてます。これが予備です。でね、これが予備のこういうボックスの中からセレクトしたその日に一番使うもの、朝一番に使うやつはリングモモをつけた状態でここに入れておきます。でちょっとした足場がいろんな足場をちょっと朝一探ってみるんでも全てこれ一つ持っていけばセットした後全ていけるようにしてます。でこれにジグとか小物、シンキングペンシルの小さいものとかそんなもんはここに入れてます。これも100円ショップで売ってるこういう文房具の中のビニールが薄いのと違って新しい手のかなり分厚いやつですね。これがねあまり針が出てきません。でこれをケースから針が出るのを予防するためにこういうものの中に入れてパッキングしています。続いてね、リーダー、ここにもちょっとフック類でシングルフック類の余分これだけ、入ってます。あとまあちょっと余分にイソハンターでこういうスクラムの、延長用の針金通したものがこの中に入っています。雨が降ろうが、波でしぶきをバンバン食らおうがとにかくリーダーは濡れないようにしたいのでこんな防水バッグにこういうものが全部入ってます。でこれもハードもんじゃなしにこういうもんやったらいろんなとこどこでも置いておけるのでこれの中にひとまとめにしてます。朝一磯へ渡ってロッドをセットする時に必要なスプリットリングとか、ソリッドリングとかそういうもの、ハサミとかそういうちょっとリーダー朝にルアーをつけるだけでも必要なものというのと一番よく使うリーダーというのはこれがバッグの中に入っててもすぐに交換できたりするように別の袋に入れてこのルアーの袋にこれは一緒に入っています。だから朝一はこのバッグの一番上にしまう時に一番上にこのリールとこのルアーのこのセットを出したらあとロッドにリールをつけてこれの中からこんないろんな金具もつけてこれが出てこのセレクトしたルアーが出ればこれですぐにこの3つとロッドがあればこれで簡単にセットできてしまう。そのためにこれを最後このバッグの一番上にこの3点が入っています。はい、ここまでで、皆さん誰もが持っていく、実践の装備ルアーとかリールとか魚を釣るんやったら当たり前にいるものと僕がぜひとも磯に行くならもうこれからは携帯してほしいものというものでこの線から分けてこれが全てなんですけどもこういう救急セットとかこういうロープとかそんなのは共用のもんなんよね。でそんな場合はね僕が何人かで行く時やったらこういう共用のバッグを一つ作って
3人で1つみたいな共用バッグ持ってもらうこともおすすめします。今からこれを戻していきます。出さなくていいものほど先へ奥へ入れていきますという形で置いてます。でこのスローロープはいつ出さんとあかんか分からへんから、これは外、これでこういうふうにそれぞれはうまくずっとパッキングでソフトもんに分けてたら、こんな時間でこれでも僕撤収できてしまうということ。これがハードもんやったら無理なんやけど、箱やったら無理なんやけど、ソフトもんやったらどんどんこれで小さくなってこの状態に収まることになっていきます。防水性と、磯へ置きやすさ、それと準備のしやすさ、撤収のしやすさ含めて、考えたこれが僕の今一番いいと思ってるパッキング。